山口県の下関駅に来たのは何年ぶりになるだろうか。昔は大きな三角屋根が特徴的な駅舎だったけど高架され消失。下関といえばフグ。今日の朝唐戸市場でフグを食べる前の脳内がまさにこんな感じだったよな。明治21年、山口県のみではあったが、フグ食を正式に解禁したのは山口県出身伊藤博文らしい。前回は宿泊するホテルから夜の下関駅ホームにやってきて、寝台特急の機関車付け替えやいろんなカラーの国鉄近郊型電車を見物したが、今でも黄色い国鉄近郊型115系や今日の主役白にブルーのラインを巻いた415系が現れる。あの頃の雰囲気がまだ残っていたんだな。昭和46年の登場時は小豆色にクリームのアイマスクをまとった415系。かつては常磐線でも使われ、上野駅で眺めた長い415系を思い出した。下関発小倉行き山陽本線の西の末端区間関門トンネルを潜り九州へ上陸する。関門トンネルを出たところで電車に供給する電気の種類が直流から交流へ切り替わる。車両側の回路を切り替えるため走行しながら回路を遮断して電車への電気の供給を停止するのだが、遮断機の動作チェックを下関駅停車中に実施する。車内の蛍光灯は消え非常灯に切り替わる。硬直切り替えによる車内の停電を体験できる箇所も少なくなったよな。ビヨーンビヨーンと閉まるドア。閉まるのか閉まらないのか愛着が湧くよな。本州最後の駅下関駅を出発。数多くの寝台特急が停車した長いホームも健在。大きな給水塔があるな。下関総合車両所は中国地方で活躍する国鉄電車のメンテナンスを担っている。寝台特急の電気機関車や客車が置かれていた時代が懐かしいな。地上の漁港にたくさん置かれたコンテナはかつての貨物船の存在を知らせてくれているよう。車両所をぐるっと囲うように貨物船が敷かれ、漁港や倉庫、工場に貨車を送り込んでいた。今でもはっきりレールの跡が残っている。昔の航空写真を見ると漁港に白い貨車がいくつも止まっている様子が確認できる。多分冷蔵貨車レサ1万型だな。内部にドライアイスを積んだ密閉構造のレサに新鮮な魚が積み込まれ、九州北部各地から集められたレサと一緒に東京市場行きはトビウオ号、大阪市場行きは銀鱗号と名付けられた特別急行鮮魚貨物列車で運ばれていったんだよな。発送量は下関が一番多かったそう。その中でも一番多かったのはやっぱりフグかな。
世界初の海底トンネル関門トンネルに突入。戦時下の昭和12年に着工、昭和14年貫通。当初は現在関門海峡大橋がかかる場所にイギリスのホース鉄道橋のようなカンチレバー式の鉄橋をかける計画があったそう。ぜひ見てみたかったんだけど、トンネルの方が安く爆撃されにくいということで、大正8年にトンネル方式に決定。日本人のみで掘った大阪山トンネルから39年しか経っていないのに、よくトンネル方式に決めたよな。下り線を掘るためのシールドマシンを導入した文字型立工と、上り線用の文字型第一立工が小森江駅前の駐車場に残されている。11時25分、ホーム変わりまして5番乗りのこれが車です。ご乗車ありがとうございます。まもなくお降りに行きます。降り口は左側です。4番乗りのですが、それでは足元にご注意ください。電車が大型の間に広く鉄道が走る場所がございます。お足元に十分ご注意ください。約2メートル程度ですが、引き続きご乗車の方は列車の電子の方です。関門トンネルを出るとめでたく九州上陸。直流から交流に切り替えるため、予行練習通りに照明が消える。遮断機が正常に働いたんだな。ちなみに運転士さんが直流から交流に切り替え忘れても、直流の電気が来なくなると自動で遮断機が働くそう。交流になってから気がついて切り替えれば大丈夫らしい。しかし逆方向はダメみたいで、交流電源は0ボルトになるタイミングがあるから、交流の電気が来なくなっても遮断機は働かないそう。そのまま直流に突入すると、交流回路のヒューズが焼け切れてしまう。直流に切り替えて直流回路で走行すれば下関までは走ることができるが、車両基地でヒューズを交換しないと再び交流区間へは入れない。門司駅を出ると次は終点の小倉駅。北九州貨物ターミナルは貨物列車の駅。昔使っていたディーゼル機関車や電気機関車が止められているが、あのシルバーの車体は関門トンネル用の EF81304 号機かな。常磐線内郷機関区に転属した際にローズピンクに塗られた元シルバーの301号機302号機も見えるな。そして見えてきた東小倉駅。かつてはとある列車に乗ればこの駅で下車することができた。車も一緒に運んでくれる夜行列車、その名はカートレイン。カーフェリーの列車版といったところかな。昭和60年から平成6年まで行楽シーズン、帰省シーズンに運行された。航空写真を見ると、まるで川の中州のようにたくさんのレールに挟まれた場所に位置する東小倉駅から車で出入りできる道路が伸びている。東京地区から来るカートレイン九州、20系客車の栄新台車が使われる豪華編成。出発駅は汐留駅、恵比寿駅、浜松町駅と変遷し、途中から広島駅にも停車するようになった。名古屋地区からはカートレイン名古屋。国鉄末期に誕生した名古屋鉄道管理局のジョイフルトレイン、ユーロライナーと専用カラーの貨車を組み込んだ楽しい編成。6人部屋と4人部屋からなるグリーン個室のみの編成だが、簡易寝台がついていたそう。青い12系は発電用の車両で、ユーロライナーの展望車が使われた時期もあったとか。人単独でも乗れたそうだが、
東小倉駅では下車できなかったそう。坂戸添コレクションの一つ JR 東海14系客車の方向幕を見てみると東小倉の文字が収録されている。かつてこの辺り一帯を走っていた路面電車西鉄北九州線の砂津車庫跡に立つチャチャタウンの観覧車が見えてくると終点小倉駅。見どころがたくさんあって濃厚すぎる肉感だったな。昔乗った小豆色の415系を思い出す。同じ区間を久しぶりに乗ったけどあまり景色が変わらずにいてくれたな。中間の駅門司駅に戻ってきた。この駅ではとても貴重な光景が見られる。京城駅舎のコンコースから到着した電車の屋根を見てみると交流直流切り替えの動作チェックを見ることができる。運転席で交流から直流へスイッチを切り替えると空気遮断機がけたたましい音を立てて電気を遮断する。同時に回路が交流から直流へ切り替わる。動作チェック異常なしだな。次に直流から交流へスイッチを切り替えると交流回路に切り替わり架線の交流を検知した遮断機が自動で導通側へ切り替わる。現役の鉄道でこの光景が見られるのはここだけじゃないかな。あとは鉄道博物館の485系でも分かりやすい解説付きで硬直切り替えのデモンストレーションを見ることができるんだよな。3、2、1。下関行きが発車します。ドアにご注意ください。2000年に閉鎖された旧札幌ビール九州工場の美しい建築が残る駅前。綺麗に生まれ変わったよな。